公認クリエイターの葉月です。皆さんはスレイや実装の準備はもう終わりましたか？私はサブクラスでお世話になるのかなって思っていますので、準備はしていません。だって操作難しそうですしね。さて、今回のお話は火力検証シーズン2のまとめのお話になります。そして火力検証シーズン1、シーズン2をまとめた総まとめのお話をしていきます。前回の動画の最後に PA での火力検証を行っていくと話していましたが、あまりにも内容が薄すぎたためボツとなりました。楽しみにしてくださっていた方はすいません。使用していく TA や立ち回りは私の火力検証を通してみていただければと思います。今回の動画の最後には火力検証シーズン1、シーズン2をもとに私がおすすめしたい装備構成をまとめていますので、ぜひ最後まで見てほしいです。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それでは火力検証の総まとめのお話をしていきます。よろしくお願いします。それではまず火力検証シーズン2のそれぞれの検証を振り返っていきましょう。火力検証シーズン2で私がお話ししたかったことは主に3つです。まずはこちらの検証です。こちらの検証では打撃威力 97.3%、威力加減 50% の装備構成と打撃威力 71.5%、威力加減 73.2% の装備構成とで同じアストリオン刀を装備し、絶望の援護軍と戦っていきタイムを測定、比較していくというものでした。こちらの検証でお話ししたかったことは、刀装備時には打撃威力のみを持った方が火力が上がるということです。これは火力検証シーズン1の引き継ぎのような火力検証でしたね。改めて手数が多い刀という武器を使用するときには打撃威力を優先して持っていきたいということが言える結果でしたね。それでは本題に入っていきます。火力検証シーズン2で皆さんにお伝えしたかったことをお話ししていきます。まずはこちらの検証です。こちらの検証では同じ青眼院刀を装備し、プリセット能力だけを変えて絶望の援護軍と戦っていきタイムを測定、比較するというもので、こちらの検証では同じトランクウル刀を装備し、プリセット能力だけを変えて絶望の援護軍と戦っていきタイムを測定、比較するというものでした。どちらの検証もプリセット能力についての検証でした。それぞれの結果はフィクサアタックよりもフィクサフェタルの方が強く、フィクサテルミナよりもフィクサフェタルの方が強いという結果でした。この2つの検証結果を合わせるとこうなります。つけるべきプリセット能力はフィクサフェタルということですね。次にお話ししていくのはこちらの検証です。こちらの検証は同じ装備構成でサブクラスのみを変え、絶望の援護軍と戦っていきタイムを測定、比較していくというもので、こちらの検証は同じ装備構成でサブクラスのみを変え、ミルス・ベラと4分間戦い、どれくらい HP を削ったのかで比較していくというものでした。それぞれの結果はどのサブクラスに設定しても火力に大きな差はないということ。短期戦ではフォース、長期戦ではバウンサーが強いのかなという結果でしたね。この2つの検証結果を合わせるとこうなります。現状サブクラスに関してはどのサブクラスが強くなるのかははっきりとした答えは分かりません。それくらい小さな差だったということが言えます。またマルチウェポンをすることにより使いたい TA やテクニックがあると思いますので、この点は好みの部分が大きくなるのかなって思います。例えば緊急クエストの道中にタリスを使いたいからフォースにする、ボスエネミーのダウン中にブーツを使いたいからバウンサーにするといった感じですね。ですがスレイや実装で大きく環境が変わりますので、これは引き続き検証が必要になってきそうです。次にお話ししていくのはこちらの検証です。こちらの検証はアストリオン刀というスティロン刀とでダークファルスエイジスと4分間戦い、どれくらい HP を削ったのかで比較するというものでした。こちらの検証結果はユースティロン刀を装備した方が火力が上がるという結果でしたね。こちらの検証でお話ししたかったことは属性武器の重要性です。弱点属性の武器で戦うことで火力が上がるということが分かりましたね。なので可能であれば弱点属性の武器でボスエネミーと戦っていきたいですね。はい、火力検証シーズン2のそれぞれの動画のお話は以上になります。では火力検証シーズン2のまとめに入ります。
火力検証シーズン2はより実用的な火力検証をコンセプトに行ってきました。具体的には火力を上げるためにどのプリセット能力を付与すればいいのか、サブクラスは何をセットするのか、使っていく武器は何を使うのかといった点を検証するものでした。それぞれをお話しすると、付与したいプリセット能力はシクサフェタル、セットしたいサブクラスは大きな差がないためお好みで、できるならボスエネミーの弱点属性と一致した武器を使用して戦っていくということですね。以上が火力検証シーズン2のまとめになります。それでは火力検証シーズン1、シーズン2をまとめた総まとめのお話をしていきましょう。ここでは具体的にどのような装備構成にしたら良いのか、私の検証結果をもとにお話ししていきます。まず優先して伸ばしていきたいパラメータは打撃威力です。威力加減を中途半端に伸ばすよりも火力が上がりますので、打撃威力を優先して強化していきましょう。なぜなのかはこちらの火力を盛る仕組みについての動画で詳しくお話ししていますので、よければ見ていってください。次に付与したいプリセット能力はシクサフェタルです。クリティカル率を上げることで打撃威力を上げた分だけ恩恵を得ることができますので、クリティカル率はとても重要です。また可能であるなら武器はクリティカル率が上がる潜在能力を持ったものがいいです。潜在能力とプリセット能力でクリティカル率をできる限り上げちゃいましょう。そして現状ではサブクラスはお好みです。マルチウェポン、使いたい PA、使いたいテクニックと合わせて考えてもらえればと思います。ですが今後スレイや実装により大きく環境が変わってきますので、現状ではサブクラスにはクリティカル率を上げるスレイヤーなのかなって思っています。こちらについてはものすごく気になっています。はい、以上が火力検証シーズン1、シーズン2の総まとめとなります。皆さんの参考に少しでもなれたのなら嬉しく思います。はい、ここまでの長い火力検証を見てくださった方、本当にありがとうございました。実はチャンネル解説からこういった動画を作りたいなって思っていたことがここまでになります。ですが火力検証はこのチャンネルを代表するコンテンツだと思っていますので、今後もシーズン3となって続いていきます。シーズン3は最前線の火力検証をコンセプトに皆さんが今知りたいと思っていることを検証していきますので、今後もよろしくお願いします。ということで次回は早速四つ巴の火力検証2、刀に合うサブクラスはどれ、スレイヤー VS バウンサー VS ファイター VS フォースを配信します。どのサブクラスが強いのか、この検証ではっきりとさせていきたいと思います。相手はまだまだ現役の絶望の援護くんです。サブクラスでのスレイヤーがどのように活躍するのか目が離せないですね。この動画が気になる、やる気、元気、葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。4月は環境が大きく変わる月ですので、私なりに色々と検証していきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。それでは次回の四つ巴の火力検証2でまた会える時を楽しみにしています。バイバイ。